めぐっぺです。今年の5月からトイックの問題形式の一部が変更になるというニュースが流れてからしばらく経ちますが、今日は私がトイック対策をして気づいたことをテーマにしたいと思います。皆さんはどんなことを気づいてますか？はい。で、今日のテーマは私がトイック対策をして気づいたことなんですが、まず前提として前回のリスニングは満点を取ることができましたが、リーディングについては時間が足りなくなって、スコアがあまり伸ばせずに終わってしまったというところがあります。今の勉強方法と昔の勉強方法をちょっと比べてみた場合に、昔はどちらかというと実際の場面でのコミュニケーションを重視していたので、実際話してる時っていうのはジェスチャーもこういろいろついてくるし、あとはその多少時間がかかっても相手とこう対話することに重きを置いていたっていうこともあったんですけど、あとはおおよその意味が理解できてればいいかなっていうのが自分の中であったので、トイックを受けてもトイック対策をして受けるってことがなくて、で前その勉強方法で受けた時の最高得点としては865点だったんですけど、どうしてもリーディング部門っていうのは時間がかかるところでもあるので、最後どうしても時間が足りなくなって、なんかこう塗り絵対策っていうらしいんですけど、もうわからない問題は ABCD のうちのどれかをもう自動的にマークするっていう戦法を使ってたんですね。でトイック対策をしてからはいかに自分の目の前の問題を正確に理解して回答するかっていうことがすごく大事なんだなっていうふうに実感しました。で自分の瞬発力とか理解力とか回答力を鍛えないとトイックではなかなかスコアを上げられないんだなっていうふうに思うようになって、でちょっとこう意識して勉強しだして、最初の受験で取得したのが900点でした。でいろいろ問題を解いていく中でこうもしかしたらこれかなとか、ちょっと答えてみて当たってればラッキーとか言うんじゃなくて、もう正解のプロセスをしっかり理解するっていうか、そのなんでこれが正解なのかっていうのを理解しておくことがトイックのスコアアップにつながるんだなっていうふうに今は実感しています。で現状はこう新しい問題を解いてみてるんですけども、なんか新しい問題を解くとどうもこう緊張するのか気がこうそわそわしてしまって、分かっただろこれっていう問題をちょっと間違ったりっていうことは練習の時にはあるんですけれども、本番のトイックでは一つでも多く正解してスコアがアップできるようになりたいなっていうふうに思っています。ではここでリーディング力強化に向けて私が行っている4つのことを紹介します。まず1つ目は単語連です。去年の夏から単語帳を作っていますが、こちらの復習をしています。で、瞬発力を鍛えたいので必ず10秒以内に答えるというのをルールにしています。で間違ったら知ってる単語でも10回は書く、あとはスペルの間違いをした場合は5回書くというふうに決めています。2つ目は瞬発力の練習です。こちらは以前も紹介したことがありますが、Webrio の語彙力診断を使っています。で、実際こう学生の頃に習って知ってた単語の意味とは違う意味が聞かれたりとか、あとはこう自分で感じてた感覚とは違う言葉で出てきたりとかするので、新しい発見が毎回あります。で覚えた単語が新しい問題集をやった時にまた出てきたりとかするので、ここはいいサイクルなんじゃないかなというふうに感じています。3つ目は即音読の練習です。これはいろんな本で紹介されている方法ではあるんですけれども、実際前回のトイックの時にやってみてリスニングのスコアが一気に伸びたので、やっぱりこう意味がある練習なのかなと思ってやっています。でリスニングだけじゃなくてリーディングもというところでは、こう自分の声に出しながら文章を読んでいくことで前に文章を理解するっていう癖をつけることができるっていうところですごく重要視しています。ただこう音声になったのを聞いてみると結構速いスピードで読んであるので、これぐらいのスピードで読めないとトイックの制限時間内に問題は全部解けないんだなっていうところで現在の課題でもあります。4つ目は問題練習です。これは実際のトイックの問題を実際のトイックの受験の時の条件で解いてみることで体を慣らすっていうことと、あとはその中でのスピードアップを意識してやっています。と
いうわけで今回は私がトイック対策をして気づいたことをテーマにお届けしました。皆さんの勉強の参考になれば嬉しいです。トイックを受ける目的は人それぞれではありますが、今まで自分がしてきたことの確認の場所になったり、今の自分を知って自分の目標のための道しるべになったりもします。なので自分なりの目標を見つけて英語の勉強を続けてくださいね。めぐっぺでした。またね。